舐めてんのか。いきなり結論。この安物 Mac、衝動買いして OK です。初めてのノート PC、何がおすすめかと言われたら、今この瞬間は間違いなく MacBook Neo をおすすめします。Amazon で今、定価より4000円ほど安く買えます。ポイントも900以上つく。欲しい人は今すぐ概要欄からチェックしてください。値段はすぐ変わるので。なぜ衝動買いしていいのか、これから話します。最後まで聞いてもらえれば、多分買いたくなります。この Mac が発表された時、正直、舐めてんのかって思った。チップが iPhone のやつなんですよ。iPhone 16 Pro に入ってる A18 Pro っていうチップが、スマホのチップをパソコンに突っ込んできた。しかもメモリが 8GB 固定、増やせない。2026年にもなって 8GB かって感じで、ストレージも最小 256GB、ポートは USB-C が2つだけ、価格が 99,800 円で、これだけ削って出してきた。正直、バカにしてるのかって。スマホのチップ積んで、メモリ 8GB で10万近く取ってくるのか、舐めすぎじゃねって思った。でも気になったので買いました。で、実際に使ってみたら、正直びっくりした。予想と全然違った。その驚いたことを順番に語っていきます。使い続けるか手放すか。まず外観。カラーはシルバー、ブラッシュ、シトラス、インディゴの4色展開。このブラッシュっていうのがライトピンクで、しかもキーボードもボディカラーに合わせた色になってる。どのカラーを選んでもキーボードは全部黒だったんですけど、ネオでは本体の色に合わせてキーボードにも色がついてる。これは MacBook としては初めての試みで、見た目のインパクトはかなりある。素材はアルミ製で、手に持った感じもしっかりしてる。安物感は正直ない。見た目だけなら普通に Mac です。で、手持ちの M5MacBook と並べた映像がこれです。ケースをつけた M5 と並べてるんで多少の差はあると思うんですが、縦も横も1センチちょっとくらいネオの方が小さい。体感でもコンパクトさははっきりわかる。13インチっていうとそれなりの大きさをイメージするかもしれないですけど、実際に持つとかなり軽くてコンパクト。持ち運びのしやすさは普通にメリットだと思う。外観はまあ普通にここまでは想定内。問題はここからで、スマホのチップとメモリ 8GB で本当に使えるのかっていうところなんですが、ここが正直びっくりした。驚いたことを順番に話していきます。あなたが未来に直面する現実かもしれない。驚いたこと一つ目。クリエイティブな作業にも使えた。まず動画編集から。スマホのチップが入ったメモリ 8GB の Mac で、本当に動画編集ができるのか、ここ。一番疑ってたところ。プレミアプロで 4K 素材を使ったテストをしました。テキストとかエフェクトとかをかけてないんで、がっつり編集したわけじゃないんですけど、4K 素材をタイムラインにたくさん並べた状態で書き出してみた。冒頭10秒間は 4K 動画を5本縦に重ねて同時再生している状態。ここが一番負荷がかかる場面。それ以降は2本から3本が重なっている状態。一般的な 4K 設定で書き出してみた結果、約5分で完了、カクつきなし、途中で止まることもなし。スマホのチップが入ったメモリ 8GB の Mac が 4K 素材をたくさん並べた状態で書き出しをした。これだけでも十分驚いたんですが、Final Cut Pro でも同じことをやったらどうなったか。次はその話です。Final Cut Pro っていう Apple 純正の動画編集ソフトでも試した。今デバイスを購入したからなのか、3ヶ月間無料になってたんで、とりあえず加入して試してみました。Final Cut Pro って名前は知ってたけど、今回初めて使って、操作方法もよくわからないまま悩みながらやったんですが、同じトーケンズの 4K 動画を Final Cut Pro で書き出したら5分程度で完了。プレミアプロとほぼ同じ時間。書き出し中に別のアプリを触ると CPU が 100% 超えてきてちょっともっさりするんですが、書き出し自体は止まらない。乾燥する。プレミアもファイナルカットもどちらでもこの Mac が 4K を書き出した。動画編集ができるのは分かった。でもここから先にやった検証が個人的に一番意味わからなかった。次で話します。Chrome のタブを32、33個開いた状態にして、YouTube のタブが3つあって、それを全部再生した。さらにイラストレーターも開きっぱなし。その状態で Lightroom クラシックを起動して、写真を192枚読み込んで、全枚にプリセットを適用して、オリジナルサイズの JPEG で一括書き出しした Chrome で YouTube3 本なじながらイラストレーターも起動したまま写真192枚の書き出しが2分で終わった。
フリーズなし、途中で止まることもなし。この状態で普通に動いた。ちなみにエアドロップの話もしておくと、iPhone から Mac に写真を転送するとき、エアドロップはクラウド経由がいらないんで、iPhone を持って Mac の近くに行ったらほぼ一瞬で転送できる。Windows だとこうはいかない。これ地味に便利だった。動画編集ができて、この状態で写真書き出しもできた。スマホのチップとメモリ 8GB でここまでできるとは正直思ってなかった。あと Photoshop も一応試した。過去に作ったサムネ用の PSD ファイルを開いて、ちょっと編集してみたんですけど、普通に動いた。AI を使ったコンテンツに応じた塗りつぶしも問題なし。コンテンツに応じてとかじゃなく、画像生成か。これでいいのか。例えばここに、パイナップルとリンゴのカットを山盛りみたいなしよう。こんなものの負荷そんなかかるようなもんじゃないのかね。ちょっとわからないけど、やるだけやってみよう。今、これ見方はあんまわかんない。CPU は Photoshop 20% ぐらいだからまあ問題ないか。完全にちょっと普通にうまそうだな。はい、こんな感じになりました。とりあえず問題なく動きそうっていうのは伝わったでしょうか。フリーズもなし、サムネ作ったりライトな編集するレベルなら全然使える。ここまで動いてるんだから当然といえば当然なんですけど、一応確認できたのでよかった。ここまで良かった部分だけ話してきたけど、悪い部分もちゃんと言います。まずメモリ 8GB 問題。今使ってる限りでは余裕を感じる場面も多かったけど、1年後2年後も余裕かどうかは正直わからない。2026年にもなって 8GB かっていう話で、他の Mac 全部が 16GB からスタートしてる中でこれだけ取り残されてる。長く使うつもりなら一応リスクとして持っておいた方がいい。ストレージも 256GB は少ない。4K 素材をたくさん溜め込む使い方には向いてない。こまめに外部ストレージに移す前提で運用するか、最初から 512GB モデルを選ぶかどっちかだと思う。で、この 256GB モデルを選ぶときに1個だけちゃんと知っておいてほしいのが、タッチ ID が非搭載だということ。タッチ ID っていうのは電源ボタンがタッチセンサーになってて、指を添えるだけで指紋認証でロック解除できる機能です。512GB モデルにはこれがついてる。でも 256GB モデルにはない。じゃあどうするかっていうと、毎回パスコードとかパスワードをいちいち入力してロック解除しなきゃいけない。これが正直かなりめんどくさい。ただ、俺は Apple Watch を持ってるんで、設定したら本体に近づけるだけで自動でロック解除できるようになった。これは普通に便利だった。だから Apple Watch をすでに持ってる人には 256GB モデルでも全然ありだと思うし、これを機に Apple Watch も一緒に買うっていう選択肢も人によってはあるかもしれない。ゲームについては今回ストレージの空きが足りなくてまともに検証できなかった。またやる。ポートは USB-C が2つだけなんで、ハブは買った方がいい場面が出てくると思う。このあたりを深掘りした動画は別で出します。買ってはいけない人の話も含めて。じゃあ結論として誰に勧めるかという話をする。まず、なんとなく欲しいという理由で買っていい Mac です。これは本当にそう思う。なんとなく欲しいって、実は結構大事な感情で、YouTube を見たい、SNS を使いたい、それだけでも全然いい。でもそこから先、いざ自分でも YouTube や TikTok で動画を作ってみたいと思い立った時、この Mac なら実際に行動に移せる。今日話してきた通り、4K 動画の書き出しも写真の現像も全部動く。なんとなく欲しいで買った Mac が本格的なクリエイティブ作業まで対応できるスペックを持ってる。そこがこの Mac の一番強いところだと思う。だから初めて買うノート PC として、これは断然おすすめです。iPhone を使ってるけどパソコンを持っていないという人、今は Windows を使ってるという人、どちらにも勧められる。Mac に慣れるまでは多少大変かもしれないけど、慣れてしまえば iPhone との連携も含めてあらゆる面でコスパが良すぎる。最初の1台に何を買えばいいかと聞かれたら、2026年の今この瞬間は間違いなく MacBook Neo と答えます。予算に余裕がある人は M5 の Air や Pro を狙うのももちろんありだけど、まずこれが最適解です。スマホのチップ積んでメモリ 8GB で10万近く取ってきた時は Apple が完全に舐めてると思った。でも実際に使ったら全然そんなことなかった。安物？でも安物じゃなかった。それが MacBook Neo でした。欲しいと思ってる人は概要欄の Amazon リンクからチェックしてみてください。今のところ定価より4000円ほど安く買えてて、ポイントも900以上つきます。値段はすぐ変わるので早めに。デメリットを深掘りした動画と
長期間使い続けた結果の話は別で出します。安物の罠側もちゃんとやるので、あと最後に1個だけ告知があって、別チャンネルを開設します。チャンネル ID は Mac4e に決定しました。チャンネル名は今のところ Mac アンチは Apple 信者の夢を見るかという仮の名前で、今後変わる可能性はあります。Mac4Win っていう名前には2つの意味を込めてます。一つは勝利するための Mac4Win。もう一つは Windows ユーザーのための Mac4Windows。どちらの意味もある。十数年前に MacBook Air が突然熱暴走してカーネルパニックで壊れました。修理に7万円かかると言われて、もう二度と Mac なんて買わないと決めた。それからずっと Windows で生きてきた。それがこの3ヶ月で Mac を2台買いました。自分でもどうかしてると思ってる。しかも未だに使い方はよくわからなくて、何かやろうとするたびにイライラしてる。Windows ならこんなことないのにって毎回思ってる。そのありのままの過程を全部記録していくチャンネルです。これは俺の記録であり、あなたの物語だ。あなたの過去の選択。苦い記憶かもしれないし、あなたが未来に直面する現実かもしれない。この先、使い続けるか、手放すか、その判断も含めて、ここに残していく。これから Mac を買おうとしてる人、Windows から乗り換えようか悩んでる人、初めてのパソコンに Mac を考えてる人、あとは昔 Mac が突然壊れて二度と買わないと思ったけど、実はちょっと気になってるっていう人、そういう人たちに見てもらいたいチャンネルです。概要欄にリンク貼っておくので、気になる人はチェックしてみてください。あとこのチャンネルでも Mac 関連や Apple 製品のレビュー、検証、周辺機器の紹介なんかも投稿していく予定なので、ぜひチャンネル登録お願いします。今回は以上です。